日本酒には基本的に、ヴィンテージというのは、瓶に表示されません。で、ワインのような場合は、農産物の出来によってワインの出来不出来が決まるので、何年もののどこの産地のものということが必ず表記されるようになっています。ところが日本酒はですね、ヴィンテージが表示されるのは、最近では大吟醸のようなものについてはあるんですけど、普通のお酒に関してはヴィンテージはありません。なぜかというと、ワインは出来がいい時には高い値段になったり、悪い時には値段も低くなったりってことなんですけど、日本酒の場合はですね、日本民族のせいなのか、お酒は一年を通していつも同じ味であり、同じ値段であるという、そういう習慣が日本には昔からあります。ですから、例えば、日本のメーカーさんのワインは値段がほぼ変わらないです。いくらいくらって決めると、もうその年によって値段が変わるということをやらないという、そういう風習が日本にはあります。で、日本酒は去年のお酒、熟成がどんどん進んでいくんで、そのうちにタンクが空になってしまうわけですね。で、足りなくなると新しいお酒に変わると急にお酒が変わったってこと。これは日本人非常に嫌うんですね。いつものお酒はいつもの味でいつもの値段であってほしいという。そのために、去年のお酒がだんだん減ってくると、この間作ったお酒を混ぜ始めるんです。新しいお酒です。ところがその新しいお酒というのは、酸がほどけてないんですね。酸がほどけてないので、その分量を間違えると、なんか急にお酒が変わっちゃったよって、そういうふうに言われてしまうんです。で、それを避けるために、大体始まるのはですね、お酒作りの、その新しいお酒の方が作り終わるのが大体3月ぐらいなんですけどね、ものによっては5月ぐらいからもうその新しいお酒が前の年度のお酒にブレンドされたりします。これをそこに業界ではブチと言ってます。犬とか牛の白黒の模様、あれをブチって言うんですけど、そのブチの具合をうまく調整できるかどうかも、その蔵の力量が問われるとこなんですけどね。で、当然、普段いつもそのお酒を飲んでいる消費者にとってはですね、あれなんか酒が変わったぞ。うちの店にもそういうお客さんが大勢いらっしゃるので、やはりいつもと違うと言われる一番お小言が出るのが5月ぐらいですね。で、ちょうど梅雨時に当たるぐらいです。で、その時におかんをするというのが、もともと日本酒というのは、今のように冷やで飲むというのはあんまりなくて、みんなおかんをして飲んでたんですね。きつい酸をほどかせる。ワインなんかでもやはり、ブドウの出来が良ければ良いほど、非常に酸の多いお酒になる。それを長いこと寝かせて、赤ワインなんかだと3年も5年も寝かせますよっていうふうにして酸のほどけを待つわけなんですけど、日本酒はですね、それができないんですね。できないというのは、日本酒はワインのように酸化することはないんですけど、ひねるんです。ひねるというのは、ラオチュウのような紹興酒ですね。ああいう匂いが出ます。これをひねの香りって書いて、ひねかというふうに言います。ひねは老人の老に、ひらがなの根です。ひねか。で、そのひねを日本人はやはりあまり好きでないので、そういうふうにはしたくない。という時に、今度は飲み手の工夫でおかんをする。おかんをするということは、人工的に時間を与えるということなんですね。積算温度って考え方です。例えば桜の花が咲く開花宣言が出ました。前の日に雪が降っちゃいました。と言っても、積算温度の中では大した違いにはならないんですね。ですから、ちゃんと雪が降った翌日でも、ちゃんと開花通りに花が咲いてくれる。お酒にもそういう意味では、そういう温度の積算が、どんだけの温度を積み重ねたら、こういう味になるというのが、おおよその見当がつくわけですね。ですから、新しいお酒が入った分を利き酒をして、それで、これはこのぐらいの温度に上げると、いいんじゃないかという、そういう目安を立てます。ということで、本当は、おかんの価値が一番出るのは夏です。梅雨時から夏がおかんの時期なんですね。でも、なんか暑いものをね、夏の暑い時に飲みたくないみたいな感じでね。寒いから温めようってんで、冬におかんする人が多いんですけどね。実はもうその頃には、おかんをする必要がないぐらいにお酒はもう慣れてるんですね。
11月、12月なんていうのはね。でも、まあ、それぞれの人の楽しみ方、あるいはおかんが好きなんだっていう人はね、それをおかんするし、いや、冷やした方が好きなんだっていう人もいるんで、それは別なんですけどね。まあ、お酒のことだけを考えると、実はその武士の時期からの調整をするために、飲み手の工夫でね、やるわけです。今日のお酒は当然、普通の一般的なお酒ですから、これは武士になってるわけです。で、その武士のお酒を今からやっていきたいと思うんですけれども、うるさいこと言うと実際に冷やで飲んでみて、それでおかんの温度を考えるということになるんですけど、まあ皆さん方がね、おかんの温度というふうに、どういうふうに考えてるかわかんないんですけど、私は大体年間通じてほぼ46度、46度から48度の間でやれば酸がほどけてくれる。湯気が立つほどやっちゃうと、これはもう酒を焼いちゃったって言って飲める状態ではないです。まあそういうのは好きな人もいますけど、私は失敗した時はその酒はもう捨てます。あるいは煮酒にしちゃいます。で、お燗をする時にはですね、まあ、こういうとっくりを使うわけなんですけど、慣れてくるとですね、くびれたところまで入れて、どこまでね、もちろん熱が与えられると膨張するんで、ここまで来たら多分この温度だってことになるんです。最初はこういう温度計をね、温度計を使ってやるってことですね。人間の体温計でもできないことはないんですけど、人間の体温計っていうのは50度ぐらいしかありませんのでね。人間の体もタンパク質でできてるんで、50度以上になるとタンパクが凝固します。まあ、要は生の卵がですね、ゆで卵になっちゃって、もうそこからひよこが生まれないんですね。人間の体はやっぱり同じようにタンパクが凝固したら死んじゃいますんでね。ですから、うっかりしていると体温計を壊すことになっちゃうんで。まあ、高いもんではないんで、今は多分100均でね、売ってんじゃないですか。温度計ね。で、その温度計で測って、それで、その温度がこのとっくりの中のどこまで膨らむかっていうことをね、記憶しといて、いつもそこまで膨らんだら、もう上げようっていうふうにね、すればいいと思います。今日はちゃんとお湯を別に沸かしましてね、とっくりを入れるようにしてるんですけど、我が家ではですね、飲むときにはね、鍋の時なんかには、鍋の中に入れちゃいます。当然ね、日本人は食事の前に手を洗ったり、手を拭いたりするんで、汚れてはいないし、まあちょっとベタベタはね、しちゃうけど、まあそれでもいいんじゃないかなって気がしますけどね。このぐらいにするとね、見やすいですね。で、これで入れます。そして温度計を入れます。これは市販されている主観計ってやつなんですけどね、ここにアスカンとか飲み頃とかぬるいとかって書いて、50度が飲み頃ってなってますけどね、これは全然当てにできません。50度を超えない方がいいと思います。そうでないとお酒壊れちゃうんで。今46ぐらいまでいった。じゃあ飲み頃。はい。そうするとちょっとね、これを見るとお酒がこんだけね上がってきてね、あ、この辺まで上がればいいんだなっていちいちその温度計をいらないとね、これで見当がつくわけです。でもしこれを触って熱いようだったら、ここは水でちゃんと冷やしてね、熱くないようにして、手渡しするっていうスタイルになります。じゃあこれをちょっと飲んでみてください。はい。あ、じゃあいただきます。これは一回です。おかんをみんなが飲むんだったら、もっとやってもいいよ。どんどんやっちゃう。おかんがいいかな。寂しい。はい。ご抽選。